先生は最初筑波大学卒業されて、で、そこから指導の道に入られたわけですけれども、先生は最初その指導、経験がない中で始められた時に、なんかどういったことをなんか頼りにというか指導するということを始められたのかなっていう。私あんまりどちらかというと最初からうまくいってない、最初うまくいかなかったっていう経験の方が、結構気持ち的には強くて。そうですね。だから最初うまくいかなかった時は、なんでこういうことを聞かないんだろうとかですね、なんで理解しないんだろうっていうようなそっち方向に気持ちがいってたんですけど、結局じゃあどうやったら聞きたくなるのかとか、どうやったら理解しやすくなるのかっていうのがやっぱり僕のコーチング的な今の考え方の基本になってる。技術にしても生活上の注意にしてもやっぱりタイミングであったりとか、それから技術もそうですし生活もそうですし、やっぱりタイミングっていうのかな。だから聞ける状況をどうやって、こっちが察知したりとか、技術であれば、変えさせたいと思うのは通常悪いマイナス点であればですね、すぐに。でもやっぱりそんなに自分が変えなくちゃいけないんだという意識がないとなかなかやっぱ変わってこないし、意識もできないと思うんですよね。だから選手本人がやっぱり気持ちの中で変えなくちゃいけないという意識を高めてあげたりとか、どういう場面でアドバイスしたりした方がいいのかなっていうのはすごく考えますけどね。最初うまくいかないな、自分がこうしてほしいのに生徒が分かってくれないなっていうのは、なんかその指導しながらやっぱり徐々に。いや、そうなんですよね。うまくいかないとやっぱ反省するわけじゃないですか。その反省がやっぱりなんですかね、学生のせいにしてたことを自分なりに自分の方に原因を探っていく。